皆さんこんにちは、さくらんです。今回はベーダー4 Pro を紹介したいと思います。2024年9月に日本で発売されたベーダー4 Pro は非常に人気が高く品切れが続いていましたが、ようやく手に入れることができました。ベーダー4 Pro は以前ご紹介したベーダー3 Pro の進化版で、さらに驚きの機能が搭載されています。どの部分が進化し、どんな機能が追加されたのか。今回はベーダー3 Pro と比較しながら詳しくチェックしてみましょう。外箱はこんな感じです。オープン！こちらがベーダー4 Pro です。ベーダー3 Pro にそっくり。こちらは USB ドングルです。一番下の袋の中には USB Type-A to C ケーブル、取扱説明書が入っています。説明書は中国語と英語で記載されています。内容物はこんな感じです。ベーダー4 Pro のサイズは横幅約 15.5 センチ、縦幅約 10.5 センチ、厚さ約 6.5 センチです。ベーダー3 Pro と同じサイズです。重さは約 268g。ベーダー3 Pro は約 259g なので、ベーダー4 Pro の方が少し重たくなっています。ベーダー3 Pro から進化したところは、有線接続と無線接続でのポーリングレートが 1000Hz になったというところです。ベーダー3 Pro のポーリングレートは有線無線両方とも 500Hz でした。ベーダー3 Pro は機能全部盛りというくらい高機能なコントローラーなのに、ポーリングレートは 500Hz というところが唯一の残念ポイントだったのですが、その残念ポイントがついに進化しました。無線接続でも 1000Hz というのはかなり素晴らしい進化を遂げましたね。ベーダー4 Pro もう一つの進化点。それはスティックのテンションが変更できるようになったというところです。すごい！テンションを変更できるコントローラーといえば、以前レビューしたフライディジの Apex 4ですね。Apex 4はスティックと十字キーを外し、カバーを外し、この工具でスティックの横にあるネジをプラスやマイナス方向に回すことでスティックのテンションを変更できました。めちゃくちゃ便利だったのですが、ネジを何回回したかが分かりづらかったんですよね。また、スティックを外してカバーを開けてというのがちょっと手間でした。ベーダー4 Pro はこのスティックの周りにあるダイヤルを回すだけでスティックのテンションを変更できるようになりました。ダイヤルにはメモリがついていて、どの強度に設定しているかが一目でわかります。この上にある三角の部分のメモリのテンションになるので、一番ミニマムにすると、こんなにブルンブルンの柔らかさに。一番マックスにすると、かなり強めのテンションになります。ダイヤルはカチカチっとメモリで止まる感じではなく、フリーストップでスムーズに回せる感じです。ダイヤルでテンションを変更すると、スティックの押し込みボタンの硬さも変わりますね。ダイヤルを真ん中のメモリにした時の押し込みボタンの硬さに比べて、ミニマムにすると少し柔らかく、マックスにすると少し硬い押し心地になりました。ダイヤルを回すだけでサクッと変更ができ、現在のテンションが一目でわかる。Apex 4で不便だった点が全て解消されました。これはめちゃくちゃ嬉しい進化だ。外観はこんな感じです。細かいザラザラがある触り心地です。
ベーダー3 Pro の触り心地はつるっとしていて少しマットな素材ですね。素材が変更されていますね。その他のボタンの配置などは特に違いはありません。ベーダー4 Pro 一押しのスティックはテンションを変更できるのはもちろん、ホールエフェクトスティックが搭載。ドリフトが起きにくく長寿命のスティックです。また、ベーダー3 Pro に比べ、スティックのセンタリングが強化されたとのことです。軸には耐久性が高く、摩耗に強いメタルプロテクトリングが搭載されています。ゴム感が強い素材で滑りにくいのも嬉しいポイント。ちなみにスティックの直径は約 18.2mm です。A、B、X、Y ボタンはカチカチとマウスのような押し心地のマイクロスイッチ。めちゃくちゃ押し心地がいいです。その下の C と Z ボタンは割り当て可能なボタン。こちらはマイクロスイッチではなく一般的なメンブレンスイッチの押し心地です。少し固めですね。サイズは A、B、X、Y ボタンより少し小さめのサイズです。出っ張りも少ないので誤って押してしまう心配はなさそうです。ベーダー3 Pro と全く同じですね。十字ボタンはフライディジ自社開発による8方向ハイブリッド D パッドです。高品質なシリコンパッドとタクタイルスイッチの組み合わせでカチカチとしっかりクリック感があり、かなり押しやすいです。こちらもベーダー3 Pro と同じですね。上部の外観はこんな感じです。上部もベーダー3 Pro と全く同じだね。LB、RB ボタンはカチカチとしっかりクリック感があり、押しやすい押し心地です。LT、RT はトリガー式ですが、背面に切り替えスイッチが搭載されているので、トリガーの押し心地を切り替えることができます。切り替える前は 9mm のふかふかのトリガー。切り替えてみると 0.3mm のマウスのようなクリック感の押し心地になります。この切り替えはめちゃくちゃありがたい。上部ボタンやトリガーの操作感もベーダー3 Pro と特に違いはありません。背面の外観はこんな感じです。背面もベーダー3 Pro と特に違いはないね。背面ボタンは4つ搭載されています。押し心地は前面の C、Z ボタンと同じ押し心地で少し固めのメンブレンスイッチですね。グリップはこんな感じです。ベーダー3 Pro と比べるとベーダー4 Pro の方がザラザラのドットが大きくなりました。ザラザラで滑りにくく改善されていてとても握りやすくなりました。これは嬉しい進化だね。対応機器は Nintendo Switch、Windows、Android、iOS。接続方法は有線接続、Bluetooth 接続、付属の USB ドングルを使用しての 2.4GHz 帯の低遅延の無線接続です。対応モードは X インプットモードと D インプットモード。800mAh のバッテリーが搭載され、約2時間の充電で約20時間以上の使用が可能です。ホームボタン長押しで Nintendo Switch のスリープを解除することもできます。この仕様はすべてベーダー3 Pro と同じです。ベーダー4 Pro の詳細設定には PC ソフトウェアが必要です。ソフトウェアでは4つのプロファイルを作成できます。ボタンでは前面の CZ ボタンや背面にボタンの割り当てができます。割り当てをなしにしたい場合は背面ボタンを押すとヌル、割り当てなしになります。連射やマクロなども設定できます。スティックでは反応曲線やデッドゾーンの設定、ジョイスティックの円形アルゴリズムの設定ができます。円形トラックと長方形トラックがあり、デフォルトではこのように長方形トラックになっていますが、このような円形に設定することもできます。長方形の方が純粋な円形よりも指向性があり、FPS ゲームに適しているそうです。
左右で設定を変更できるので、ゲームに合わせていろいろと試してみて、自分に合う設定にしてみると良さそうですね。ちなみに私は FPS や TPS でもともとエイムがいいわけではないので、両方デフォルトの情報系でも全く問題なくプレイできました。好みの問題だね。あとはスティックの設定だと、この機能設定ですごく細かい設定ができます。ジョイスティックデバウンスでは、スティックがわずかに動いた時のわずかな揺れの動きを抑える機能です。今はオンになっているので、こんな感じで動きはないですよね。オフにしてみると、微妙な動きも感知してくれます。ジョイスティックの自動キャリブレーションは、3秒間スティックの無操作状態が続くと、キャリブレーションを行い、センタリングポジションをリセットしてくれる機能です。この機能は先ほどのジョイスティックデバウンスがオンの時にのみ使用できます。ジョイスティックの精度では、ホールエフェクトセンサーの読み取り解像度を変更できます。すごく細かく説明を記載してくれてますね。一番高いビットにしたくなりますが、ゲームによっては精度が低い方がいい場合もあるようです。Xbox シリーズや DualSense の例が記載されているので、参考に設定すると良さそうですね。ジョイスティックのポーリングレートは 1000Hz がいいですよね。あとはジョイスティックの中央感度。このジョイスティックリバウンスアルゴリズムは FPS ゲームをプレイしている場合はオフにすることをお勧めします。オフにするとジョイスティックを左右に倒して移動する際のゲーム内の動きがスムーズになりますと記載されているので、FPS で遊ぶ場合はオフが良さそうですね。スティックの設定が本当に細かいですね。繊細な入力が重要な方にはここまで細かい設定ができるのは嬉しいですよね。ちなみにこの設定はベーダー3 Pro にはありません。ジャイロセンサーではコントローラーを傾けるだけでスティックを操作することができる設定ができます。左スティックのジャイロセンサーをオンにするとこんな感じでジャイロのような操作をすることができます。開始方法や開始ボタンをお好みで設定し、ゲーム内でボタン一つで簡単にジャイロセンサーをオンにできます。トリガーではデッドゾーンやトリガーの振動などの設定ができます。とにかくめちゃくちゃ設定項目が多いですね。びっくりです。Nintendo Switch でゲームをプレイしてみました。ジャイロが重要なスプラトゥーンでも問題なく快適に遊ぶことができました。ジャイロ感度はこんな感じ。手の動きにしっかり反応していますが、プロコンに比べるとぐるぐる回した時が少しだけ重たい感じがしました。スイッチに接続した時のスティック感度はこんな感じです。デッドゾーンは0に設定しています。こちらもしっかり反応しています。ほんの少しの傾きにも反応していますね。デッドゾーンは設定した通り0になっていますね。とにかく A、P、X、Y ボタンの押し心地とトリガーのマイクロスイッチの操作感が最高です。前面の C、Z ボタンにナイスやカモンの十字ボタンを割り当てると左スティックから指を離さずにナイスやカモンができるので、これはおすすめです。スティックのテンションもちょっと硬いなとかちょっと柔らかいなと感じたらゲームプレイ中にさっと変更できるのがめちゃくちゃ便利。ジャイロは少し気になるところでしたが、プレイ中に遅延や違和感は特に感じずプレイできました。ジャイロが重要なゲームでも楽しく遊べるコントローラーだね。次はパソコンに接続してゲームをプレイしてみました。フォートナイトではジャイロの機能が使えるよう右スティックのジャイロセンサーをオンにしてプレイしてみました。やっぱりボタンの押し心地やマイクロスイッチのトリガーの押し心地が良く、 FPS や TPS の操作がめちゃくちゃしやすいです。
あと感動したのがジャイロセンサーです。私はフォートナイトでジャイロを使用するのですが、 PC フォートナイトのジャイロに対応しているコントローラーはなかなか少なく、ジャイロが使えたとしても感度がいまいちというものが多いのですが、このベーダ4 Pro ジャイロセンサーの感度がめちゃくちゃいいです。ベーダ3 Pro で PC フォートナイトをプレイした時はジャイロセンサーの動きが遅い感じがしていまいちだったので、ベーダ4 Pro も正直あまり期待していなかったのですが、かなり操作しやすいです。右スティックのジャイロセンサーをオンにするとこんな感じ。ボタン一つで切り替えることができます。これはめちゃくちゃ嬉しいですね。ジャイロセンサーの感度がいいので、気持ちエイムが良くなった気がしました。ただ武器チェーンしようとするとジャイロセンサーで動いてしまうので、これはちょっと慣れが必要ですね。その他は特に気になる点はなく、快適にプレイすることができました。今回はフライデジのベーダー4 Pro をレビューしました。ベーダー3 Pro で唯一の残念ポイントだったポーリングレートが 1000Hz に改善され、Apex 4で使いづらかったスティックのテンション調節が簡単になりました。少しだけ背面ボタンの内側のボタンが押しにくいかなという気もしますが、その他に操作面で気になることは特にありませんでした。マイクロスイッチの押し心地は最高だし、トリガーの切り替えも完璧。全部盛りという感じで、操作感や機能に関しては現時点で最強と言ってもいいコントローラーだと感じました。ただ、ベーダー4 Pro の唯一の残念ポイントというか気になる点は、 PC ソフトウェアをマイクロソフトストアからダウンロードできないというところですね。コントローラーだけでボタンの割り当てなどの設定ができないので、設定にはどうしても PC ソフトウェアが必要なんですよね。念のためフライデジゲームセンターアプリも試してみようと思いましたが、現時点では iOS17 以降には対応していないようです。PC ソフトウェアをマイクロソフトストアからダウンロードできるようになると安心なんですけどね。せめてボタンの割り当てなどの定番の設定はコントローラーだけで設定できるようにしてほしいですね。絶対にこのソフトウェアを使わないといけないというところがちょっと気になる点ですね。今回の動画は以上です。チャンネル登録と X のフォローもぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。